今回遊ぶゲームはコンバットパトロール。コンバットパトロールという商品の中身だけで遊べる初心者向けの遊び方だよ。じゃあコンバットパトロールのゲームを始めるにあたってだけど、まずはお互いのアーミーの性能をチェックしよう。俺が使うアーミーはワールドイーター。血の神コーンを信奉する裏切り者のスペースマリーンだぜ。オーハン・マッフォーティー家は西暦4万年代の天の川銀河戦域で、人類やエイリアン、そして異界の神々が戦いを繰り広げる SF 作品。スペースマリーンは人類帝国が抱える最も強力なアーミーの一つで、オーハン・マッフォーティー系の主人公とも言えるアーミーだけど、今から1万年前、そのスペースマリーンが二分される戦いが起きたんだ。確か人類皇帝に従い続ける中世派と、混沌神の誘惑によって帝国に反旗を翻した大逆派に分かれたんですよね。だいたいそんな感じ。そして裏切り者のマリーンたちは、オーハン・マッフォーティー家では、ケイオススペースマリーンとしてカテゴリーされてるよ。ワールドイーターはその戦いが始まる前から、身内からも非難されるような凶暴性や獰猛さが知れ渡ってて、この軍団を率いるリーダーのアングロンも個人的に皇帝を恨んでいたから、反乱のスカイ・フォルスが帝国に反旗を翻した時、真っ先に大逆派に加わったんだ。反乱は失敗してケイオスマリーンはチリチリになったけど、彼の遺伝子で強化されたワールドイーターの戦士たちは今も己の衝動と血の神コーンの求むるまま銀河中で戦いを繰り広げてるぜ。ゲーム的な能力としては白兵火力特化のアーミーで、基本的には白兵戦を狙っていくアーミーだと思うぜ。俺が使うコンバットパトロールはオーロードがジャガーノート機上のロード、射撃はからっきしなんだけど、高い機動力と強力な白兵戦闘力を持ってるぜ。ちなみにコンバットパトロールではウォーロードに特別な強化を付与できるんだ。データシートにある2つの強化から好きな1つを付与できるよ。それじゃあ俺の強化は高音神にドクロを捧げようにするぜ。ジャガーノート機上ロードが白兵戦で敵を撃破したらボーナスデッドだ。次はワールドイーターの一般的な兵士コーンバーザーカーが2ユニット。こっちも射撃はからっきしで移動力も並だけど、白兵攻撃は圧倒的な火力を誇るんだ。ジャカールはワールドイーターのマリーンじゃなくてただの人間だけど、ワールドイーターと同じ高音神を信奉する狂信者で、火力や防御力はマリーンに比べたら控えめだけど、コンパト戦では踏んだ目標から離れても確保し続けられるバトルラインのキーワードを持ってる便利な連中だぜ。みんな射撃はからっきしだけど、白兵戦に入ればどんな相手でも大打撃間違いなしね。話にたがわぬ白兵特化ぶりだわ。私のアーミーはサウザンドさん。彼らも帝国を裏切ったケイオスマリーンね。信奉してるのは策略と魔術に長けた変化の神キンチ。彼らはワールドイーターと違って積極的に帝国を裏切ったわけじゃないけど、混沌神や大逆派のスカイ、カラスの策謀によって帝国と仲違いして大逆派に加わったのよ。ウォーロードはインファーナルマスター。ギニットの核になる再開ユニットで、自分が攻撃したり防御するとき、ダイス目を飛ばして楽にするアビリティを持ってるわ。彼の許可は大悪魔妖術師を選択。射撃武器に白兵戦になっても射撃できるアビリティを付与するわ。スカラベオカルトターミネーターは射撃と白兵両方に対応できる頑丈な精鋭ユニットで、彼らのうち1体はサイカーでもあるからギニットに貢献できるわ。ツアンゴールはジャカールと一緒で、サウザンドさんのマリーンじゃないけど、同じ近知心を信奉する狂信者。変化の神というだけあって見た目が完全に人間離れしてるな。射撃が苦手で防御力も低い代わりに、バトルラインのキーワードがあるから踏んだ目標を離れても確保できて、白兵戦の弱い相手なら対応できるんだけど、あるのユニットはみんな白兵戦が得意だから、戦闘面だと今回はちょっと苦しいかも。それじゃあお互いのアーミー紹介が終わったところで、オーハン・マッフォーティー家のゲームの流れのおさらいと今回の勝利条件を決めるミッションを説明しよう。オーハン・マッフォーティー家のゲームはミニチュアを移動させる移動フェーズ、射撃を行う射撃フェーズ、敵に白兵戦を仕掛けるための正規判定をする突撃フェーズ、実際に白兵戦を行う白兵フェーズの4つとターンの最初に行う指揮フェーズの合わせて5つのフェーズで構成されてるよ。指揮フェーズで行う大事なことが2つあって、1つはお互いが 1CP を獲得すること。 CP っていうのはプレイヤーが使える必ず殺技、策略を使うために必要なコストで、基本的には策略を1つ使うのに 1CP を消費するよ。もう1つは作戦目標からの VT 獲得。 VT は勝利点。ゲーム終了時にこのポイントが多い方が勝者になるんだ。他にも指揮フェーズでやることはいろいろあるけど、それは必要になった時その都度説明するね。この5つのフェーズで1ターンが構成されて、先行側が1ターン、後攻側が1ターンを行ったら1ラウンドが終了。先行後攻でターンが分かれてるってことは、
移動や射撃は交互じゃなくて片方のプレイヤーが一気に行うんですね。その通り。そして5ラウンドが終了したところで VP の多い方がゲームの勝者になるよ。そして今回の勝利条件を決めるミッションは技術遺産の回収。戦場に4カ所ある目標を確保したら1カ所につき 5VP ゲット。確保っていうのは自分のミニチュアを目標の近くに移動させるとできるんですよね。その通り。このミッションでは1ターンにつき15まで目標から VP を獲得できるよ。そしてウォーロードが生き残ってるターンプレイヤーは確保してる目標1つを指定してその目標から 1CP 獲得できるよ。 CP ってことは策略が余分に1回使えるじゃないですか。ただし一度 CP を獲得した目標からはお互いのプレイヤーが CP を獲得できなくなるよ。あと VP の獲得はこのミッション以外からもできるよ。2人とも自分のデータシートにある副次目標のところを見てみてこの2つから1つを選んで条件を達成すれば VP を獲得できるよ。俺の副次目標は血の捧げ物にするぜ。目標の確保範囲内にいる敵ユニットを白兵戦で倒したら 2VP 獲得だ。私の副次目標はコットをもたらすもの。インファーナルマスターやターミネーターが装備してるサイキット武器で敵を倒したならフェーズ終了時に VP 獲得です。次はユニットの配置を始めよう。どっちが先にミニチュアを置くかを決めるダイスロールをして。今回の配置は俺が防衛側。確か防衛側が先にミニチュアを置くんですよね。その通り。それじゃあ最初はジャカールを可変廃墟の下に置くぜ。可変目標をバトルラインの効果で離れても確保できるようにすれば部隊全員で攻撃に参加できるからな。それじゃあ私もバトルラインのツアンゴールを上辺廃墟の裏に配置。1ターン目に上辺目標を踏めるようにするわ。俺の次の配置はコーンバーザーカーを右下のコンテナ裏に隠すぜ。この戦場は横長で敵までの距離が近い代わりに左右が開けてて射撃をされやすいけどここなら右辺の廃墟とコンテナが邪魔で車線が通らないから安全に距離を詰められそうなんだよな。私はインファーナルマスターを上辺のツアンゴールの裏に配置。アルのジャガーノット機上ラボは1ターン目の突撃も狙える高い機動力があるしコンバーザッカーは距離があるうちに射撃で削りたいから左右のどっちから攻撃されても対応できる位置に置くわ。それならもう一部隊のバーザーカーを右下パイプの裏に配置しとくか。ここなら瓦礫やパイプから遮蔽物ボーナスをもらえるからこれで敵の射撃に耐えてくれるのをお祈りするぜ。私はもう1ユニットのツアンゴールを左上パイプの裏に配置。アルの部隊は右辺に偏ってるから左辺の目標をツアンゴールだけで取れたら結構美味しそうだわ。それじゃあジャガーノート機上ロードは左下隅のパイプ裏に配置。ターミネーターは多分バーザーカーの突破を止めるために右辺に行くから左辺に置いたロードに構ってる時間はないはずなんだよな。私は右上にターミネーターを配置。右辺と下辺廃墟に車線を通せるようにするわ。アルが部隊を隠そうとするなら移動をかなり制限できるはず。これでお互いの配置が終了したね。そうしたらダイスを振って先手後手を決めていよいよゲーム開始だ。Round 1. ダイスロールの結果は俺の勝ち。先手をもらうぜ。それじゃあターンの開始前に俺はワールドイーターのアビリティ高音神の祝福を発動だ。まずはダイスを8つ振ってデメの役に応じて祝福っていうボーナスを得ることができるんだ。このコンバットパトロールだと発動できる祝福はこの3つだな。同じ祝福を2回発動するっていうのはできないのね。あと1ラウンドに発動できる祝福は2つまでだぜ。対象は1ユニットを。いや自分の全ユニットだ。それはすごいわね。このターンに発動するのは判定に成功したらダメージを軽減できる怒りに満ちた軽心と自分のミニチュア1体が白兵戦で撃破された時条件を満たせば撃破される前に反撃ができる究極の卒陸を発動するぜ。これで自分ターンに入って最初にやるのが式フェーズだっけ。その通り。それじゃあ策略を使うためのコスト CP をお互い1獲得して他にすることはアルのアーミーだと今のところはないね。それじゃあ式フェーズは終わりで次は移動フェーズだな。自分のユニットを1つずつ動かすんだけど俺はジャガーノート機上ロードで全力移動を宣言するぜ。全力移動はこのターンの攻撃行動を放棄する代わりに移動力を D6 のデメ分追加できる移動。デメは6。それじゃあ左辺目標に移動だ。上辺の廃墟をまたぐからターミネーターの車線は切れてるんだよな。ジャカールも全力移動。こっちもデメがいいな。そしたら下辺の廃墟で車線を切りつつ壁に隠れられるみたいで下辺廃墟内の目標を確保するぜ。下辺のバーザーカーも全力移動でデメ6。戦場中央に全速前進だ。これは高音神が俺に勝てと言っているぜ。もう次のターンからアルの部隊に接敵されそうなんですけどこのマップ狭すぎません？
これ本当に初心者向けミッションなんですか？恨むならこのマップの地のりと、ダイスロールで先手を取れない己の天運を恨んでくれ。あとツアンゴエルがあるの舞台に本当に何にもできないから、天地人コンプリートですよ。右下のバーザーカーも全力移動。ターミネーターの車線には出ちゃうけど、可変可変、どっちかのバーザーカーは無傷で進軍できるから、どっちには撃たれるにしろ損はないだろう。これで全員が移動したから、移動フェーズは終了。確かフェーズの終了時は目標を確保してるかのチェックがあるんすよね。ミニチュア1対1対は確保力っていう数値を持ってるんだけど、各フェーズの終了時に目標の確保範囲内。このマップだと光ってる円の中だね。その中にいるミニチュアの確保力が高いプレイヤーはその目標を確保できるんだ。それなら可変は確保力2のジャカール2体と、確保力2のコーンバーザーカー7体で、確保力は合わせて18。左辺目標はジャガーノート騎乗ロードが確保力1だから、左辺と可変の目標は俺が確保したことになるな。確保した目標からは次の自分ターンに勝利点の VP をもらえるんだ。相手のターンを1回挟むから、VP が欲しいなら確保だけじゃなくて防衛のことも考えないとダメなんだな。全力移動したユニットは射撃と突撃ができないから、この後の射撃フェーズと突撃フェーズは何もできなくて、俺のターンはこれで終了だな。アラのターンが終わったから、次は私のターン。式フェーズの一番初めに、まずはお互い1式獲得。そしてサウザンドソンのアミールール、妖術師の引き弾、発動。ゲームモード上にいる私のサイカーは、式フェーズに引きポイントを生み出して、生み出したポイントを消費して、自身か近くの味方にバフをかけられるのよ。手に入る引きポイントはインファーナルマスターから2点と、ターミネーターから1点。ヒギポイントは共用だから、インファーナルマスターが生み出したヒギポイント、ターミネーターが使うこともできるんだな。その通り。そして儀式は引きポイント2点で使える。運命の降り手を使えるわ。セービングロール1個にロールできる儀式を。ポイントを消費してこの儀式を発動できるんだな。結構強そうじゃん。マーダイスロールを見てからじゃなくて、フェーズの開始時に対象のユニットを決めなきゃいけないから、ちょっと不便だけどね。式フェーズが終わって、移動フェーズ。ターミネーターは通常移動で交代。右下のバーザッカーに車線を通しつつ、可変と左辺の部隊が上辺目標を狙ってきたとき、そのカバーができるようにするわ。インファーナルマスターはターミネーターの側に移動。ターミネーターと一緒に、右下のバーザッカーで集中歩行を浴びせましょう。上辺のツアンゴールは上辺配置前に全力移動。壁の裏を塞いで侵入を防ぐわよ。オーハンマッコー TK の歩兵ユニットは廃墟の壁を通り抜けて移動できるんだ。ただし、ユニットの移動は敵の至近距離に入っちゃいけないから、こうやって廃墟の裏側を塞いじゃえば通り抜けるのを阻止できるのよ。パイプ裏のツアンゴールは通常移動。パイプを壁にして体型を組み直すわ。全員移動が終わって上辺を確保して移動フェーズは終了。次は射撃フェーズよ。まずはターミネーターで右辺のバーザッカーを射撃。攻撃回数17の9個成功。セーリングに5個失敗。痛みを知らぬものでダメージを軽減したけど痛い撃破されたぜ。次はインファーナルマスターで右辺のバーザッカーに射撃。攻撃回数5も4個成功。セーリングに3個失敗。1体撃破されて1体もダメージを受けちまった。パイプ裏のツアンゴールはジャガーノット騎乗ロードに射撃したけど、10回攻撃で全部失敗。もう射撃できるユニットがいないから、私の射撃はこれで終わりで、最後にサイキック攻撃で敵を倒したから、副次目標達成で 1VP 獲得です。このターンは突撃しないし白兵戦もないから、私はこれでターン終了。Round 2. それじゃあラウンドが変わったから、第2ラウンドに入って、まずは高音神の祝福でダイスロールだ。よしよし、ちゃんとダブルが出てるな。祝福はさっきと同じ白兵戦で倒された時反撃できる究極の殺戮と、痛みを知らぬ者を付与する怒りに満ちた化身にするぜ。改めて俺のターン、式フェーズでお互い 1CP 獲得。それとミッションルールの効果で可変目標から 1CP 獲得するぜ。あとはバトルラインのジャカールが確保してるから、可変目標は安定確保が発動するな。安定確保した目標は敵に確保されるまで、自分のミニチュアがいなくても確保できるぜ。最後に2ラウンド目からは確保してる目標から VP がもらえるよ。俺が確保してるのは可変と左辺の目標だから、1個 5VP の合わせて 10VP もらえるんすね。5ラウンド目が終わってこのポイントが高い方がゲームの勝者になるんだ。式フェーズが終わって移動フェーズ。右側のコーンバーザーカーは全力移動。ターミネーターから突撃されない距離を保ちつつ右辺目標を確保させるぜ。ここでインファーナルマスターを対象に策略、結界射撃、発動。
警戒射撃は敵が移動か突撃をした時に発動できて、その移動をした敵に対して味方ユニット1つで射撃を行うことができるわ。警戒射撃は命中判定に重いペナルティがかかるのだけど、インファーナルマスターの射撃はそのペナルティを無視できる。武器アビリティ、噴射を持ってるわ。噴射武器は週刊コンパトやアルティメットスターターに収録されるインフェルヌススカットやサイコファージも持ってるから、コンパト戦を遊ぶときに試してみてね。攻撃回数は8の6個成功。セービングに3回失敗、痛みを知らぬものでダメージ軽減したけど、受けたダメージは2ダメージ、いっぱい倒されちまったな。ジャカールは通常移動で左辺目標を踏むぜ。これで下辺目標でも使った安定確保を狙うぞ。あとジャガーノート機上ロードはジャカールの側に移動して、パイプ裏のツワンゴールが突撃してきた時、ジャカールの壁になれるようにするぜ。下辺のバーザーカーの通常移動、前進して上辺目標への突撃に備えるぜ。移動はこれで終わりだな。最後に、このターンインファーナルマスターのサイキック攻撃で、敵1体以上を撃破したから、副次目標で一分岐獲得よ。そっか、フェーズごとに1回チェックするから、移動フェーズの警戒射撃でも撃破したら達成扱いになるんだな。気を取り直して射撃フェーズ、ジャガーノート機上ロード、バーザーカー、ジャカールで、パイプ裏のツワンゴールに射撃するぜ。策略、兵隊の狡猾さを発動。パイプの遮蔽ボーナスを受けられない子もいるから、策略で遮蔽ボーナスをつけて受けましょう。攻撃回数は18の6個成功。セービングに全部失敗して6体撃破されたわ。思ったより削れたな。それじゃあ射撃が終わって突撃フェーズ、バーザーカーで上辺廃墟のツワンゴールに突撃だ。敵のユニットに白兵戦をしたいときは、この突撃フェーズで突撃を宣言しよう。突撃する味方ユニット1つと突撃対象の敵ユニットを選択して 2D6 をロール。デメが目標値を超えたら突撃成功。ちなみに目標値は敵の接敵範囲に入るまでの距離だよ。今回は目標値2で、デベは6、当然成功だぜ。レイト、突撃に成功したら突撃ロールのデメ分移動できて、敵との接敵距離 1MV 以内に移動するんだよな。ただし突撃に失敗した時はデメ分移動じゃなくてその場に棒立ちになるから注意してね。敵に近い距離で棒立ちになるから射撃され放題になっちゃうんすよね。他のユニットは突撃しないから突撃フェーズはこれで終了。次は白兵フェーズだ。このターン突撃したユニットや接敵状態のユニットは白兵戦を宣言できるよ。白兵戦は非ターンプレイヤーから攻撃するけど突撃したユニットはボーナスで先手がもらえるから相手より先に攻撃できるんだ。今回は先手を持ってる俺のバーザーカーが先に攻撃して、その後 B のツワンゴールが攻撃するんだよな。白兵戦は射撃と違って相手の反撃があるのも特徴なのよ。それじゃあ策略、抜き出しのフンドを発動して白兵にバフをかけてバーザーカーで攻撃だ。確か白兵戦をする前は敵とベースがくっついてないミニチュアが敵に向かって 3MV 移動できるんだよな。そうだね、それを接敵移動って言うんだ。白兵戦は敵の接敵範囲である 1MV 以内にいるかその味方とベースがくっついてる味方しか参加できないから、接敵移動で体型を整えるのがすごく大事なんだ。それじゃあ体型を整えて今回攻撃に参加できるのは8体だな。奥の方にいる2体は接敵してる味方とベースがくっついてないから白兵戦に参加できないわね。攻撃回数は30で17個成功。セービングに全部失敗して全滅。2体参加できてないとか関係なかったわ。よっしゃ、目標にいたツワンゴールを全滅させたことで次区間に B は上辺目標から VP をもらえなくなるし、俺は副次目標を達成したことで 2VP 獲得だ。白兵戦が終わったユニットはこの後再編移動をするよ。接敵移動と一緒で敵とベースが触れてないミニチュアを一番近くの敵に向かって動かせるんだけど、やるかどうかは任意の接敵移動と違って再編移動はできるときは強制的にやらなきゃいけないから注意。再編移動がないと白兵戦で敵を倒したせいで接敵が解除されたみたいなことが起こっちゃうもんな。と言ってもツワンゴールは今の白兵で全滅しちまったぜ。ある、バーザッカーならここの隙間に入れるよ。え、今戦ったやつじゃないユニットにも近づけるの？その通り、今回はパイプの裏のツワンゴールに再編移動しなきゃいけないね。敵ユニットと接敵したユニットは射撃ができなくなるから、これを利用して敵の射撃を封じたり、あと接敵できる敵がいなくても一番近くの作戦目標の確保範囲に入れるならそっちに移動しておき。これも VP に影響が出るからめちゃくちゃ重要っすね。それと再編移動が終わっても白兵フェーズはまだ終わってないわよ。で、今 B のツワンゴールに接敵したってことは
敵と接敵して白兵戦に参加する条件を満たしたから、ザアンゴールで白兵攻撃、接敵移動で隊形を整えて、攻撃回数12の4個成功。セービングは全部失敗。このままだと2体撃破されちまう。ここは策略、リロール命令でセービングを1個振り直して、今度は成功、痛みを知らぬ者でもダメージ軽減して、被害は1体だけで済んだな。スワーンゴールの再編移動はギリギリでできなさそうだから、今度こそ白兵戦が終わってターン終了だな。私のターン、指揮フェーズにお互い1筆記獲得。それと、ザアンゴールが初期兵数の半分未満になったから、戦闘ショックテストが発生するわ。戦闘ショックテストが発生したら 2D6 を振って、ユニットのステータス、塔の数値を下回ったら判定失敗。そのユニットは戦闘ショック状態になって、策略の対象にできなくなったり、目標を確保できなくなったりする。いろいろなペナルティを受けるよ。判定は目標値7の夢6で失敗。戦闘ショックテストはリロール命令で振り直しできないんですよね。戦闘ショック状態から復帰する策略はバトル中1回しか使えないから、仕方ないわね。ここは甘んじて受けるわ。インファーナルマスターとターミネーターから引きポイントを獲得して、目標は1個も確保できてないので、獲得 VT は0。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。インファーナルマスターは上辺に向かって移動。上辺バーザッカーの迎撃に回って、ザアンゴールは退却。接敵状態から離脱したいときは退却をしなきゃいけなくて、退却をしたターンは射撃や突撃ができなくなっちゃうんだ。さらに、戦闘ショック中のユニットが行う退却は、決死の脱出になるよ。退却するユニットのミニチュアごとにダイスロールして、1か2が出たら、そのミニチュアは撃破されちゃうんだ。その代わり決死の脱出は敵をすり抜けて移動できるから、戦闘ショック状態じゃない時でも、敵をすり抜けて退却したい時に使えたりするね。今回は全員ダイスロールに成功して無事退却できたわ。ジャガーノット騎乗ロードの突撃に備えて、ザアンゴーのインファーナルマスターの壁にするわ。ターミネーターも上辺目標に向けて移動して、移動が終わって射撃フェーズ。インファーナルマスターとターミネーターでバーザッカーに射撃。攻撃回数27の14個成功。セービングに7個失敗、4体撃破されちまった。よしよし、サイキック攻撃で1体撃破できてるから、育児目標も達成できてるわね。退却したザアンゴールは射撃できないから、これで射撃フェーズ終了。育児目標達成で1分1獲得よ。そして突撃フェーズ。ターミネーターで上辺のバーザッカーに突撃。目標値は8で、夢は7。策略、リロール命令で振り直して、今度は成功。突撃が終わって白兵フェーズ。策略、地獄の前で攻撃にバフをして、ターミネーターでバーザッカーに攻撃。攻撃回数16の7個成功。セービングに4個失敗、痛みを知らぬものでダメージを軽減したけど、3体撃破されちまった。それじゃあ、ターミネーターの持ってるサイキック武器で、敵1体を撃破したから、育児目標の条件を達成したわ。インファーナルマスターもそうだけど、こいつら白兵戦でもサイキック攻撃してくるのか、結構厄介だな。ただし、祝福、究極の殺戮の効果で、俺はバーザーカーが撃破されるたびにダイスを振って、4以上が出たバーザーカーは撃破される前に反撃ができるぜ。4以上は2回出たから2体で反撃。攻撃回数8の3個成功。セービングに1回失敗して1ダメージ受けたわ。それじゃあ残った2体の攻撃で、攻撃回数8の3個成功。セービングは全部成功して被害ゼロ。最後に育児目標達成で2分1獲得。そういえば上辺目標は俺と D のユニットが両方いるけど、こういう時はどっちが目標を確保してることになるんだ。こういう時はお互いのユニットの確保力の数字を見てみて。バーザーカーの確保力は2っすね。この確保力はユニット全体じゃなくて、ミニチュア1対1対の数字なんだ。それじゃあ俺は確保力2のバーザーカーが2体いるから、上辺の確保力は合わせて4で。それに対して私のターミネーターは確保力1が5体。ザアンゴールは1対2なんだけど、戦闘ショック状態のユニットは確保力が0になるから、私の確保力は5、それでもあるの確保力4を上回ってるから、上辺目標は私が確保してることになるわ。なるほど。目標確保のチェックも終わったので、私はこれでターン終了よ。Round 3. それじゃあ第3ラウンドのコーンの祝福は、痛みを知らぬ者を付与する怒りに満ちた献身と、白兵にバフをする歪みの刃を発動するぜ。俺のターンに入って、指揮フェーズでお互い 1CP 獲得。それと、左辺目標からデータ回収して、追加の 1CP もゲットだ。残り2体のコーンバーザーカーは、戦闘ショックテストに失敗。まあこのターンの白兵戦次第で B の目標確保を邪魔できるかもしれないし、ここは策略、狂気の風船、発動。
この戦闘ショックテストを成功扱いにするぜ。あとは左辺目標をジャカールで踏んでるから安定確保になって、 VP は左辺と右辺、それと前のターンに安定確保した下辺を合わせて 15VP 獲得だな。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ジャガーノート騎乗ロードと右辺のバーザーカーは上辺目標に向かって前進。ターミネーターへの突撃を狙って、ジャカールも上辺に向かって前進。こっちはツアーンゴールへの突撃を狙うぜ。移動が終わって射撃フェーズ。ツアーンゴールを射撃すると、さっきの変異体の狡猾さとかいう策略で逃げられるから、ここはターミネーターに射撃しとくか。あ、味方と接敵中の敵は射撃の対象にできないから、ターミネーターをジャカールやロードで射撃することはできないよ。それじゃあ射撃は終わり。じゃなくて、接敵してるコーンバーザーカーの射撃武器は武器アビリティピストルを持ってるから、接敵状態でも射撃できるんだよな。まあ攻撃回数2回で全部失敗したけど、射撃が終わって突撃フェーズ。右辺のバーザーカーでターミネーターに突撃だ。策略、魔の罠、発動。ターミネーターに対する突撃ロールにデバフをかけるわ。目標値は7だけどデバフが入って失敗。リロール命令はジャカールの突撃に使った方が確率が高いから、ここはやめておこうか。ジャカールはツアーンゴールに突撃して、目標値8のデメ4。リロール命令したけどまた失敗。ジャガーノート騎乗ロードの突撃は成功して、次は白兵フェーズ。儀式、宿命の降りて、発動。ターミネーターの整備も1回リロールできるようにするわ。それじゃあ策略、むき出しのフンド発動。ジャガーノート騎乗ロードの白兵にバフをかけてターミネーターに攻撃だ。攻撃回数11回の7個成功。セービングに全部成功。なんだって。目標値3とワイン。外を上振れたわ。今は私がターンプレイヤーだから。次に攻撃するのは私のターミネーターね。策略、地獄の前で白兵にバフをして、3体はバーザッカーを、2体はロード攻撃。バーザッカーの方は攻撃回数10の。成功は3個だけ。セービングに全部成功だ。嘘でしょ。お互いセービングの出目がすごいことになってるな。ロードの攻撃は6回の2個成功。こっちも全部セービング成功だな。最後に俺のバーザーカーの攻撃が回数8の2個成功。セービングに全部成功。ターミネーターの数を減らせなかったのは残念だけど、白兵戦中は射撃攻撃ができないから、ターミネーターの射撃を封じてるだけよしとしよう。これで VP のリードは維持できそうだな。俺はこれでターン終了。私のターン。指揮フェーズにお互い一致筆記獲得。ターミネーターとインファーナルマスターから引きポイントを獲得して、ツアーンゴールの戦闘ショックテストは失敗したけど、ここは策略、直帰の奮戦で成功扱いにするわ。これで私の確保力はターミネーターが 1×5 で合わせて5の。ツアーンゴールが1対2で合わせて7。アラの確保力を上回ったから、上辺目標は私が確保して、VP の計算は最後に行うから、上辺目標から 5VP 獲得よ。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。インファーナルマスターとツアーンゴールは通常移動。右辺のバーザッカーに接近して車線を通して、ターミネーターは動かさないで移動フェーズは終了。次は射撃フェーズ。インファーナルマスターとツアーンゴールはバーザッカーに射撃。策略、伏せろ、発動。バーザーカーに遮蔽物ボーナスを付与するぜ。ツアーンゴールの攻撃は全部外れて、インファーナルマスターの攻撃は回数9の8個成功。セービングは6個失敗。リロール命令したいけど、ここで CP を切らすとロードに CP を使えなくなるから我慢しよう。痛みを知らぬ者の軽減はなしで3体撃破されたぜ。それと、ターミネーターのサイキット武器もピストルを持ってるから、接敵してるバーザッカーに射撃。攻撃回数3の2個成功。2ダメージ受けて1体撃破されたぜ。副次目標達成で 2VP 獲得して、射撃が終わって突撃フェーズ。インファーナルマスターでバーザッカーに突撃。目標値5の夢7で成功。ツアーンゴールもバーザッカーに突撃。こっちも突撃成功して、次は白兵フェーズ。儀式、宿命の降りて、発動。ターミネーターの整備も1回リロールできるようにして、まずは突撃したツアーンゴールとインファーナルマスターから、ツアーンゴールの攻撃は回数12の2個成功。セービングに全部成功してノーダメージだ。インファーナルマスターの攻撃は回数4の4個成功。セービングに2個失敗。だけど痛みを知らぬ者が兼ね合って撃破されたのは1体ですんだぜ。それじゃあ突撃したユニットの攻撃が終わったから、次は1ターンプレイヤー、つまり俺の白兵攻撃だな。まずは右辺のバーザーカーでツアーンゴールを攻撃。攻撃回数7の3個成功。セービングは全部失敗して3体撃破されたけど、1体は残ってくれたわ。仕留め損ねたか。
ただ、これで右辺の確保力は俺が上回ったから、戦闘ショックテストに成功すれば VP がもらえそうだな。次は策略、むき出しの憤怒でバフをかけて、ジャガーノート騎乗ロードの白兵攻撃だ。攻撃回数11回の9個成功。宿命乗り手でリロールしたけど、セービングに3個失敗。これまでの被弾と合わせて2体撃破されたわ。よしよし、ターミネーターの火力が落ちるのはかなりでかいぞ。お次は上辺のバーザーカーでターミネーターに攻撃。攻撃回数3の2個成功。セービングに1回失敗して2点被弾したわ。アラの白兵攻撃が終わったから、今度は突撃してない私のユニット、ターミネーターの攻撃。ソーサラーはバーザッカーに攻撃。回数4の1個成功。セービングに失敗して撃破されたぜ。残ったロードへの攻撃は、回数6の3個成功。セービングに1個失敗、痛みを知らぬもので軽減して1ダメージ被弾だ。それじゃあ白兵戦も終わったから、副次目標達成で 2VP 獲得して、私はターン終了よ。Round 4. ラウンド4の開始、高音心の祝福のダイスロールは、出目が悪くて祝福が1個しか発動できねえ。悩むけど、右辺の攻防で確実にツアーンゴールを落としたいから、ここは撃破された時反撃の究極の殺戮にしておくか。俺のターン、式フェーズでお互い 1CP 獲得。バーザーカーの戦闘ショックテストは失敗。これでバーザーカーの確保力が0になって右辺目標を喪失したから、獲得できる VP は下辺と左辺の2つで10だな。式フェーズが終わって移動フェーズ。ジャカールで全力移動。ターミネーターに接敵しないギリギリをキープしながら上辺目標を踏んで、これで上辺目標は俺が確保。移動が終わって射撃フェーズ。右辺バーザーカーとロードはピストルで射撃したけど全部外れて、突撃がなくて白兵フェーズ。最初は非ターンプレイヤーの私から攻撃して、インファーナルマスターはバーザッカーに攻撃。回数4回の2個成功。セービングは全部成功で被害ゼロ。ツアーンゴールは3回攻撃の2個成功。セービングに全部失敗して1体撃破。だけど1体は残ってくれたぜ。このターンの白兵でロードとバーザッカー両方を倒せれば、引き分けに持ち込むチャンスはあったけど、さすがに卒業よくいかないわね。これで VP を逆転する手段がなくなったから、私の負けよ。2人ともお疲れ様。いいゲームだったね。まずは俺の反省点だけど、ラウンド3で右辺のバーザーカーが前進して突撃しようとしたシーンは、交代して B の部隊からの突撃を受けないようにした方が良かったな。あの時はバーザーカーとジャカール、どっちかの突撃が通れば、勝ちが確定するし、確率的にも目標値8と9とはいえ、リロール込みで3回の突撃が1回でも成功すればいいから、突撃しに行っちゃったけど、そもそも B に突撃をさせなければ、こっちから突撃しに行かなくても勝ててたな。確率計算と VP 計算をしながら着手を決めるのは、やっぱ難しいぜ。私の方は配置が悪かったわね。上辺の目標を取りに行ったら、白兵戦に入るのが1ターン早くなるから、最後方に引いて立ち回ったけど、目標を一つも取れないのは、さすがに戦略的に厳しかったわ。だとすると、どう配置するか悩ましいな。ここはターミネーターを左辺に置いて右辺を捨てて、左辺の目標を取りに行った方が良さそうだわ。なるほど、それなら移動力が波のバーザーカーは、主戦場に到着するターンがだいぶ遅れそうだな。今回はアルの部隊の白兵火力がすごいから、自軍ユニットが白兵戦されるかに気を使いすぎたけど、目標の確保に気が回らなかったのは良くなかったわ。まあいろいろ考えることがあって大変だったけど、やっぱり自分のプラモを指揮してジオラマの戦場で戦わせるっていうのは、ミニチュアゲーム独自の面白さがあって楽しいな。コンパトノットはコデックスを買うと、アーミーの設定資料やプロが作ったかっこいい作例がたくさん見れたり、通常のゲームで使うミニチュアのゲームルールも載ってるから、次はどんなミニチュアを買うかの参考にもできて、とっても便利だよ。どんどん分割していって、いつか通常のゲームも遊べるようになりたいぜ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルではウォーハンマーの対戦譜動画を投稿していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。